はい、皆さんこんばんは。本日はですね、東京丸い V10 ウルトラコンパクトブラックバージョンをご紹介したいと思います。はい、実情の話になりますけれども、V10 ウルトラコンパクトは米国のですね、スプリングフィールドアーモリー社が発売した 3.5 インチバレルのカスタム1911になります。東京丸井さんからですね、すでにシルバーバージョンが発売されていると思います。10個のですねポートが非常に魅力的で、また私としてはですねコンパクトな銃が好きなので、この V10 についてはですね購入を非常に迷っていました。ただシルバーではなくてですね、今後発売されるであろうブラックバージョンをですね待っていたというのが本音になります。今回待ちに待ったですねブラックバージョン、若干カスタムを加えた商品になってますけれども、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、手にした印象ですけれども、やはり非常に小さいですね。ポートもですね後ほど紹介しますけれども、小さく感じました。ただガバメント系なので重量感はあります。ノーマルの状態では重量は約 700g あります。チャンバーとですねトリガー、こちらがですねシルバーになっていて、そのアクセントも非常に良いかなっていうのが印象的でした。はい、マズルの形状をですね45号形の形状になるかと思います。こちらもブッシングレスのですねこのバレルはコーンバレルになっていると思います。はい、スライド上部はですねこの2列の穴が開いていて、その中にですねポートが10個見えるかと思います。はい、ですねちょっと面白いのがですね、この上部、あと下ですね、ここの上下とですねこの左右、このですね表面のですね作り方が違うんですね。で上部はですね、上部と下部はですねこれちょっとザラザラした形になっていて、左右は表面がですね滑りが良い形状になっています。はい、フロントサイトはですねスライド一体型になっています。はい、あとリアサイトはですねこちら金属製で、ホワイトドット等はですねフロントリアとも入ってないですね。あとですねリアサイトについてはこの左側にですね、はい、ノバックのですね刻印と、あとこのパテントナンバーですね、こちらが入っています。はい、左側の刻印はこの通りになります。こちらは実銃と同じ刻印ですね。はい、フレームカムリはですねレールはありません。パーティングライン等もですね綺麗に処理されています。はい、トリガーはですね3ホールトリガーで、こちらは金属製になります。前方にですねセレーションが入っています。はい、あとトリガーアップルはですね軽めの方かなというふうに感じました。はい、セーフティーレバーはですねコック&ロックタイプで、こちら左側のみにあるタイプになります。はい、グリップはですね私カスタムしてまして、こちらはですね宝具製のワンピースグリップをつけています。はい、グリップなんですけれども、シングルカラムなんですが、このワンピースグリップの成果はちょっと分かんないですけれども、ちょっと太めには感じますね。はいはい、こちらがですね純正の丸井さんのグリップで、丸井さんのは2ピースでこの中にウェイトが入ってるタイプになります。それで、グリップ交換後ですね重量はですね 565g でありました。はい、マガジンキャッチは左側のみになります。はい、グリップ後方にはですねビーバーテールとですね、あとグリップセーフティーが備わっています。はい、今回ハンマーの付近ですね、こちらにですねエキストラクターが別パーツになっています。はい、右側の刻印はこの通りになります。
はい、私はですね今回別発注で刻印をですねこちらですね彫り込んでもらいました。はい、マガジンはこちらになります。相談数はですね22発になります。こちら東京マルイのですね1911系のマガジンは使用できます。これ M45A1 になりますけれども、このマガジンですね、こちらもはいこの通り入りまして、はい空打ちですけど、はいこのように実写も可能になります。はい、あとですねマイクロプロサイトを装備するためのですねマウントプレートが付属されています。はい、それでは通常分解していきたいと思います。マガジンは抜いておきます。こちら1911系と同じでですね、はい、スライドをここに合わせてですね、こちらのレバーを押してスライドストップレバーを抜きます。はい、通常分解のですねこのスライドストップレバーがですね、個体差かもしれないですけど、私のはですね手ではとても抜けないレベルの硬さですね。ちょっとですねちょっと隙間を作って、ここに物を挟んでちょっとテコの蹴りで抜くような、今はそういう形にしています。これも慣れが必要なのかもしれません。はい、でこちらがリコイルスプリングとプラグですね。はい、で前方にアウターバレル式がこの通り抜けます。はい、これが先ほど申し上げましたコーンバレルですね。先端が少し太くなっているのがお分かりいただけますかね。はい、あとポートはこちらになりますね。意外と穴のサイズはですね小さいかなって私はちょっと感じましたね。はい、はい、ここのですね六角ネジを抜くとですねこの通り分解が可能になります。でこれインナーバレルはですね黒染めされていて、この中から見た時にですね目立たないような構造になっています。こちらがスライドですね。はい、コンパクトながらですねこれ、15ミリのですねシリンダーが入っています。スライドがちっちゃい分だけ大きく感じますね。はい、はい、リコイルスプリングはスチール製ですね。ガイドは樹脂ですね。はい、はい、スライドストップレバーはこの部分はスチールですね。こっちはスチールではないですね。はい、機関部は丸井さんはスチール製はないですね。はい、はい、それでは元に戻していきたいと思います。はい、元に戻りました。はい、全体の感想ですけれども、手にするとですねコンパクトなんですけれども、実写するとですねコンパクトとは思えないリコイルを感じることができます。10個のポートとかトリガーやチャンバーのシルバーのアクセントの違いとかですね、見た目も非常にいいかなというふうに感じました。また表面処理もですね上下左右で感触が違ったりですね、あとこのスライドとですねフレームのこの光沢感の違いとかちょっと分かりづらいですが、若干違うなどですね非常にですね凝った作りをしている点もいいかなというふうに感じました。あとですねファイアリングピンやですねエクストラクターを別パーツ化するなどですね、従来丸井さんではですね結構オミットされている部分も今回表現されています。はい、あとグリップですけれども結構短いんですが小指もしっかりですねホールド
できますので持ちにくさはないですね。あとやっぱりラバーグリップということでグリップ力は高いというふうに感じました。私は宝具に変えていますけれども、丸井さんのやつもですね表面がですねラバー状に加工されているのでグリップ力はそれなりに高いと思います。実写性能はですね安定の丸井さんなので問題ないと思います。はじめですねこのスライドの動きは少し硬かったんですけれども、慣らしをしていくことで、ある程度問題なく動くようになりました。命中精度も近距離は問題ないです。気になったのはですねスライドストップした後にですねこの後ろの引き幅が少ないんですね。だから結構きつめにちょっと感じます。そこは慣れが必要かなというふうに感じました。はい、こちら右側のスライドですね。私はこのスライド刻印をですねショップに依頼してやっていただきました。こちらはですね極小のですね切削ドリルで彫り込んでいるということで、見た目も結構私気に入っています。ただ値段は結構します。スライドをですね割らないように注意して使いたいなというふうに思いました。本来であればですね正式ライセンスを取得して、丸井さんからリアルコピーに発売されると嬉しいんですけれどもね。はい、今回のですねブラックモデルもいいと思いますけれども、最近ですねシルバーとの混合モデルも発売しているショップもあってですね、カラーはいろいろ悩まれるかなというふうに思います。コンパクトながらですね45口径の迫力ある内味やちょっとしたカスタムも楽しいこの V10 はですねガバメント不安の方はもちろんですが他の方にもお勧めできる一丁だというふうに感じました。はい、それではこの後実写シーンもございますのでよろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。